の代で終わらせない。今日は私は滋賀県大津市丸谷町商店街の中にあります朝塩というお酒を作っていらっしゃる平井商店さんにお邪魔しています。私がいろんな蔵元さんにお邪魔して女性の杜氏さんのお話を伺うっていうそういう企画です。で今日お邪魔するのは創業1658年万治元年、ちょうど2021年で363年という長い長い間お酒を作るっていうことをやってらっしゃる平井商店さんをお邪魔しているんですけども、では、今日お世話になります平井弘子ちゃん、社長さんで杜氏さんです。どうぞ。こんにちは。平井商店の平井弘子です。はいはいはい、平井弘子です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は醸造されるっていうことですよね。はい、醸造、お酒を絞る、ずっと大事に育ててこられたもろみを今日絞っていくっていう過程をやってくださるんですけども、はい、ここまで来るのにどうでした？今年ちょっと初めて作った作り方で作ったので、もう本当にやれやれという感じです。もう公表していいですか？肝とやられた。はいはい。平井商店さん、今回初めてチャレンジタンクっていう形ですよね。はい、試験醸造的な形で肝と仕込みにチャレンジされたということで、今日はその肝とで自然界の乳酸を取り入れてお酒を育てていく、もろみを育てていくっていうそういうやり方をしたお酒を船で絞られるですね。はい、絞り方はお酒はいろいろありますが、こちら平井商店さんでは佐世式の圧搾機を使った船絞りという形で絞られますので、今日じっくり拝見していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。いきなり乗せないで。ではいざ奥まで案内していただきます。はい。ここはやっぱりなんか一番なんかこうほっこりするというか、この電球の光とか、ね。であとガーンって、昔のこの船、これがねもうなんかもったいないなって毎回来るたびにね。どうにかしようと思いながら、どうにかね、やっぱりなんか立派な桜の木で作った船なんで。高く売れないかなって思ってるんですけど。水鏡みたいにシャボシャボしてる。
ゆっくり段階的に、今は軽く乗ってるぐらいでは、これが自重だけでもある程度乗って絞れたら、ここにまたバンドをかけて、でそこから油圧でプレスっていうのを今日と明日かけてやります。はい、ひろちゃん上走お疲れ様でしはい、た。とんでもないです。はい、船で絞るってなんか地域によっては船に乗るとかいう言い方をね、お酒を絞る日、明日船乗るねんとかっていう言い方をされたりとかいろいろあるんですけど、今日絞ってこの後の流れをちょっと教えてもらっていいですか？そうですね、今圧力を上げていって、でその段階でやっぱり全部に平等にかかるわけではないので、端っこを真ん中にまた寄せていくという作業を今日一日して、で次の日、明日ですね、明日は朝から全部また船を一度上げて、で中のものを全部一回出して、でまたさらに真ん中の方に全部積み替え作業っていうんですけども、さらに圧力がかかるように真ん中の方に全部寄せてしまって、また圧力をかけていくっていうのが明日一日かけてする作業です。でその次の日はもうそれをまた明日は明後日はかす抜きですね、袋に残った酒粕をと袋から分ける作業を明後日の朝からします。今日さっきわーっともろみを袋に詰めて順番に並べて重ねてってしてのもう均等に絞るために積み替えをしたりとかっていうことですよね。でまたカス取りしたりとか、もうマジで正直言って面倒くさいですね。もうこの見てる私もこれ自分がやれって言われたら無理って、もう私飲むだけでいいと改めてやっぱり思いますけど、でもうこうやって畳んでおいて、でもここプル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 くるでしょ。今日はまだ大丈夫です。今日ちょっと少なかったね。明日以降かなってなる、来てもね、今日はちょっとチャレンジタンクだから数も少なかったっていうことで、あれ多い時だったら何回もうこの作業今日の3倍が一番多いですかね。300回以上。でも最近私はあまりしてないので、最近ね、しょうちゃんがちょっと頑張って、主人がメインでやっているので、久しぶりにしました。新入社員のひろこですもんね。もうダメ出しされる側になってしまってます最近。ね、そういうちょっと2人で話してたら余計なことに話がいってしまうんですが、今日ね私がここお邪魔してるのが、後ろに煙突がね見えて、レンガのすごい素敵な装飾が入った煙突で、蔵で言ったらなんて言ったらいいですか、中庭違う中庭、それぐらいの中庭的な感じですよね。中庭的なとこですよね。煙突って商店街からはちょっとご覧いただけない、そうですね、見えないんです、ね。ここに来た人だけがちょっと見えるよっていう、得した気分のスポットなんですけど、やっぱり今って煙突をどんどん廃止されるお蔵さんがいて、朝塩さんも今実質この作業の流れの中でそんなに煙突は使ってないんだみたいな、いうところがあるじゃないですか。あれでもね、無責任な我々は残してもらいたいなと思いながら、実際今って煙突は全くいらない、いる、どっちはこんなに高くはいらないっていう感じですかね。もう石炭を使ってないので、昔は石炭の炭がすすがね近所に迷惑かからないようにっていうのでだいぶ高くしてるんですけども、今はもうその石炭で使ってないので、もう少し低くしてもいいのかなというところなんですけども、でももう取ろうか取るまいかを今悩んでいるところで、もしかしたらだからもう近い将来あれがなくなってるかもしれないですね。あるかもしれないけど、そうですね。ひろちゃんで18代目、で363年ですもんね、今ね2021年で、ずっといろんな話を聞いてる中で、私が一番やっぱすごいなと思ったのが、私の代で終わらせない、私がこの家を終わらせたっていう記録を残したくないって。で
結婚を機にねまた話を聞いた時に、今までは一人の時はなんかどっかでこの世界片足突っ込んだだけだったような気がしますって。でもって結婚して、まあ主人も一緒に酒作るんだってなったら、もう首までやっと使ったような気がするって言うというか、もうすごいなと思って。ちょうど私知り合ったのって10年ちょっとぐらい前そうですね。だったんですね。それぐらいですね。確かに確かに。で、滋賀の地酒の祭典でね、毎年こう滋賀の酒造組合さんがやられてる地酒の祭典に行って、その時にこう私が名刺を出したらひろちゃんが名刺こうやって持ったまま一歩ずつ下がっていってどのタイミングで上げていいかっていうのがちょっと分からなかった。なんか一歩ずつ下がってるねんけど、って私のこと嫌なんかなと思って、でそしたらなんか横に八兵衛さんがいたので、当然八兵衛さんにもなんか「中野えりと申します」みたいな感じで言ってて「そうですかそうですか」って言って親子でなんかどんどん私から遠ざかっていくっていう。どっちに振るって言われるとなんかそういうのがあったんかもしれないです。で後でなんか人見知りですって自己申告されて「そうなんですか」って「またよろしくお願いします」とかって言ったのが最初で、これがもう本当に10年以上前、はい、そこからするとねもうものすごい変わったなと思って。そうですかね。あまり気持ちは変わってなくて、ずっとピチピチのまんまの気持ちで。それは変わってないと思います。それは変わってないと思います。はい。もう10年ちょっと前に一歩ずつ下がって顔を上げずにっていうのと、なんとなくこうわたわたしてる感じが今も全くなく、もう社長当時みたいな感じで変わってないと思います。でその変わり方っていうのがこうすごいなって、いい風にしか言ってないところが素晴らしいな。そうですかね。ただね、社長になってやっぱりこう食べさせてもらってた側から今度食べささないといけない側になってしまったのが、それが結構大きいかもしれないですね。一つ腹くくって望んでるんだと思うし、やっぱり襲名のね話でも平井家って襲名制度で代々平井八兵衛っていう名前を受け継いでいくじゃないですか。これ襲名ってこうちょっと結構誤解されてる方がね世の中いると思うと、歌舞伎役者の襲名はあくまで芸名っていうね、芸をする上での名前で、例えばこの浅塩さんだったら平井八兵衛さんという方が今ひろちゃんのお父さんとしていらっしゃったら、この平井八兵衛という人が2人いるのはおかしいから、だから八兵衛さんが奇跡に入られてから子供が継ぐですよね。でしかも孫とかに渡せないから、子供が継がなかったら拒否したら襲名制度は廃止っていうことになるんですよね。そういう部分も含めて私が昔聞いたらひろちゃんが「いや」って、うちはもう姉妹女の子2人しかいない、男の子生まれなかったんで、でもやっぱり残した方がいいと思うから自分はって平井八兵衛っていう名前を私が八兵衛になったらいいと思いますってすごいこうあっさり言い切って、強いなって思って、そういうところも含めてやっぱりもう酒作るって決めた時から、家継ぐって決めた時から実はもう首までどっぷりだったのかもしれない。いやもうやっぱり自覚はないですよね。そんな別に名前が変わるのはそんなに抵抗はないので、それもなんかそんなに大変なことなのかなっていう、そんな感じですね。病院の時大変かなぐらいしか思ってないですね。女子寮棟に入れてもらえるんだかみたいな、それぐらいの不安しかないですかね。いやでも私らから考えたら、それはすごいことだなと思う。これからちょっとこの近しいところでなんか予告とかありませんか？特にありません。どうしよう。木本は出る。それは出ます。木本は出ます。名前はまだ。すみません、それも募集したいぐらいです。私もすごい悩んでいて。
これからもではいろいろとよろしくお願いします。はい、とんでもないです。私もね他の倉本さんがすごい楽しみ今からすごく楽しみにだっしてます。ていつも1回目だもんね。そうでもそうなんねですよ。もうこれでこけたら本当に申し訳ないなという気持ちが。こけてもまた立ち上がればいい。はい、あ、ね、だから皆さんがフォローしてくださると思ってて。ということで今日はこうもう一回締め言っときましょうかね。朝塩の、平井弘子ちゃん、この蔵では平井商店さんでは18代目ですよね。はい、18代目の倉本さんになります。滋賀県大津市平井商店さん朝塩醸造元です。お邪魔しました。長い間ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。ちゃんちゃん。